ラティアスの詳細が来たぜ。じゃあスパルと申します。なんと月曜日の18時というタイミングにラティアスの詳細が告知されました。今日のね、明日のメンテナンスの告知が突然あったりなど、いろいろね、急に月曜日になってからね、怒涛の展開を見せているポケモンスリープなんですけれども、先週のね、木曜日とかはね、ちょっとなかなか告知を出せなかった的なね、なんやかんやがあったりしましたので、ずれ込んだということなんでしょうかね。何はともあれ、ラティアスのタイプだったりスキルが確定しましたので、皆さんと一緒に確認していきながら、ああでもないこうでもないとね、出現するまでの間の考察を楽しんでいきたいなと思います。ちなみに不具合も何か来てるみたいですね。ちょっと知らなかったので見ておきますが、ダークライのあれですね、ダークライ関連の不具合に関する補填をしたよ的なお話がされているみたいです。 OK ということで、新登場ラティアス見ていきたいと思います。かわいい。リサーチャーの皆様が睡眠リサーチを続けてきた影響か、特定のフィールドの近くでこれまで出会えなかったポケモンの姿が見つかったという報告がありました。そろそろ睡眠リサーチでも出会える日が来るかもしれません。新たに出会えるポケモンラティアスドラゴンです。お楽しみにということで、ラティアスドラゴンタイプであるということが確定しました。さすがにね、昨年エスパーの伝説のポケモンが来ていますし、直近で追加されたミュウもエスパータイプということで、そことは被らないようにドラゴンということになりましたね。ついにドラゴン伝説が来るぞということで、非常にワクワクなんですが、ラティアスがドラゴンなのであれば、ラティオスもドラゴンなんじゃないかなとは思いますね。ラティオスも同じくエスパードラゴンタイプのポケモンではあるんですけれども、一体何タイプになるのか非常に楽しみです。ということで、ドラゴンタイプで確定したラティアスです。ドラゴンはね、ヤチェの実が木の実のエナジー最も高い木の実となっておりますので、木の実の数 S との相性が非常に良さそうだなというのは感じつつ、もともとね、ラティアスラティオスも素早さのとても高いポケモンなので、そういったところがね、ステータスにどう影響していくのかちょっとね、注目したいところです。オンバーンよりはね、原作の素早さ種族値は高くないので、オンバーンよりちょっと低いぐらいになっているので、今2700秒のオンバーンと神速が使えてマッハ2で飛べて2600秒の海流とみたいな感じになっているので、このラティアスがどんなスピードで追加されるのか非常に注目です。さすがにそこまでは速くならない気がしますね。もうオンバーンの時点で木の実の数 S を持つと相当イカれた能力値になっておりますので、意外とのんびり屋さんなのかもしれませんね。さあ、そんな出現開始する日時は2026年4月6日15時からとなっております。ラティアスリサーチ初日の15時からです。該当のポケモンのお香は上記日時から使うことができます。そして出現するフィールドは若草本島、ラピスラズリ湖畔、アンバー渓谷、若草本島 EX の4フィールドとなりました。これもラティアスリサーチの開催フィールドそのままとなっておりますので、ラティアスリサーチが終わった後にね、若干まだイベント交換所が空いているタイミングがあるかなと思うんですけれども、この4フィールドに行けばラティアスリサーチが終わった後もラティアスのお香を使ってラティアスを呼び出してイベント交換所でまたお香を仕入れてすぐに使うということが、一応ね、延長線的なことができるといえばできるということで、何かしらのコマテクで、もしかしたらね、そのスリープポイントがギリギリマスターサブレ分溜まりますみたいなね、そういうタイミングではこのテクニックが生きる場面もあるかもしれないということで、ちょっとだけ気にしてみてください。出現フィールドは若草ラピスアンバー若草 EX となりました。そして出会える睡眠タイプラティアスウトウトということで、ドラゴンタイプのウトウトになりました。これドラゴンタイプのというかウトウトの伝説ポケモン初めましてなんですよね。ここももしかしたら意識してドラゴンの伝説を出してくれたとかあるのかもしれません。若草ラピスアンバー、ラピスはこの追加によってぐっすりにスイ君、すやすやにクレセリア、ウトウトにラティアスということで、リサーチでめちゃめちゃね、眠気パワーを稼いだ時にちょっと眠気パワーがね無駄になってしまう的な現象が4億眠気パワーぐらいからね発生しやすくなってるんですけれども、ラピスラズリ湖畔、それがねちょっとウトウトになってもラティアスの登場によって若干は改善されたりだとか、ワクワクが残されていたりみたいなね感じになるので、伝説のポケモンなんて増えれば増えるだけいいというところでありますので、ラピス
アンバーもウトウトに追加ということになっております。非常に楽しみですね。ラティアスウトウトタイプの伝説のポケモンです。そして来ました、メインスキル癒しの波動元気エール S ということになりました。ラティオスどうなるんだろう竜の波動なのかな。癒しの波動になりました。元気エール S です。ランダムでチームのポケモン2匹の元気を回復し、お手伝いを一定回数分すぐに完了させます。チームにラティオスがいる場合、完了するお手伝い回数がアップしますということで、2匹を対象に取れる元気 ALS にお手伝いサポートがくっついたような、そんなスキルとなりましたね。ここ最近突然エナジーチャージ M 押しがあったじゃないですか。それこそメンテナンスでもカイロスがエナジーチャージ M になり、アブソルがエナジーチャージ M に明日なり、そしてオンバーンもエナジーチャージ M で追加されて、何かしらエナジーチャージとかほっぺスリスリ的なスキルのリチャージをしてくれる系のスキルなんじゃないかと思っていて、蓋を開けたらお手伝いサポートだったということで、これスキルのポケモンとの相性はあまり良くないということでよろしいんでしょうかライコエンテイスイ君をね育成されてる方はなんとなくイメージつくんじゃないかなと思うんですけれども、エルレイドとかね、お手伝いサポートって基本的に食材のポケモンだったら食材いっぱいサポートで集められるし、木の実のポケモンだったら木の実をいっぱいサポートで集められるので、昨年のねクレセリアはスキルのポケモンと一緒に編成しても出力が落ちないというような、そんなスキルだったんですが、ライコエンテイスイ君ラティアスは木の実か食材プラスラティアスラティオスで固めた方が強そうなスキルということになっているのでねえというところですね。イベントでね2周目には1周目は食材プラス1個、スキルのポケモンの食材プラス1個があって、2周目には木の実もプラス1個してくれるわけなんですけど、これらね通常のお手伝いで拾ってきた場合にはという文言付きなので、この癒しの波動ではその木の実だったり食材は増えないということになっているので、絶妙ですねね、ちょっとね今言葉も語彙も飛んでしまっていますし、言葉を濁しまくるとこんな感じというところで、スキルのポケモンとの相性は実は別段良くないのかもしれない。そんな元気 ALS を2体に使ってくれてお手伝いサポートまでやってくれるというスキル、癒しの波動元気 ALS となりました。後ほどねどんな感じの能力になるのかなんとなく考察してみたいなと思います。そして特別なポケモンについての記述があります。ラティアスは特別なポケモンです。特別なポケモンは通常同じチームに1匹しか編成することができませんが、ラティアスとラティオスは特別に同じチームに編成することができますということで、ついに一緒に編成できることが確定しました。ラティアス、ラティオスだけの特別な措置例外と現状はなっております。で、複数匹仲間にすることは可能です。厳選をしたい場合はいっぱいゲットするしかないということで、また全ての特別なポケモンは仲間にした各1匹目の性格サブスキルが全リサーチャーで同一のものになりますとなっておりまして、性格は無補正で、サブスキルが睡眠 EXP ボーナス、スキルレベルアップ S、最大処理数アップ L、お手伝いスピード S、スキル確率アップ S で固定となります。なのでラティアス、ラティオスの厳選は2匹目からが本番ということになりますね。いわゆるお通し個体などと呼ばれております。ラティオスと組むことでこの癒しの波動元気 ALS が強化されると言われておりますので、ぜひとも2体の厳選をなんとかかんとか完了させたいなというところですし、一応ねラティアスはそのラティアスリサーチの時にラティオスリサーチで何かしら力を貸してくれるかもしれない的な文言がありましたよね。今はまだラティアスの痕跡しか見つかっていませんが、いつかラティオスの痕跡も発見される時が来るかもしれません。その時はラティオスと深いつながりのあるラティアスの力が調査の助けになりそうですと書かれているので、クレセリアイベントの時みたいに眠気パワーが上がるのか、それとも今回のイベントみたいにスキルのポケモンの木の実がプラス1個されるとかね、そういった時ドラゴンのね木の実がプラス1個されるのめちゃめちゃ強いので、このラティアスが普通に活躍してくれるという未来もあるのかもしれないので、ちょっとねぜひともラティアスしっかりゲットして、できれば強い子がねゲットできたらしっかりとね育成もしておきたいなというところでありますね。ラティオスの出現フィールドはラティアスとは同じになりそうな気がしますよね。
なので若草、ラピス、アンバー、若草本当 EX にラティオスも出現してくれるんじゃないかなと思いますし、ドラゴンタイプであれば睡眠タイプはウトウトで被るし、エスパータイプなんだったらスヤスヤになるという感じかなと思います。おそらく後発で追加されるラティオスの方が眠気パワー的にねラティアスを上回ってくるんじゃないかなと思うので、どうなるんだろう。上回ってくる場合はいわゆるねいつかの最終枠みたいなところで抽選されるときはラティオスの方が見つけやすいということになるかもしれないので、やっぱりラティアス結構重点的に狙っていくのがいいんじゃないかなと今のところ思っていますが、ここから先ねラティオスのスキルも予想していかなければいけないということになりますね。ちなみに眠気パワー消費が全く同じだった場合 ID 順的にラティアスが最終枠に入ると思うので、ちょっとここは読めませんね。ライコウ、エンテイ、スイ君の時はねどんどん後に追加されたエンテイ、スイ君の方が眠気パワー消費が大きかったというところを考えるとラティオスの方が後々の最終枠に入るんじゃないかなという気がするので、ラティアスの方が今のうちに狙っておいた方がいいような気がちょっとするかなというところですね。なかなかね最終枠でも伝説のポケモンって全然会えないので本当にちょっと気にするぐらいでいいんじゃないかなとは思うんですけれども、そういうコマテクもありますという感じです。ほんのちょっとだけ気にしてみてください。ってことでこのメインスキル癒しの波動元気 ALS は一体どうなるんでしょうね。これ以外に特にね説明注釈ないんですけれども、元気 ALS と書かれておりますので、基本的には最も元気が少ないポケモンに当たりやすいんだと思われますが、最近ねニトヨンさんがポストされてたかなと思うんですけど、ご自身で独自に調べてくださってる元気 ALS のどこに当たるのかみたいな感じで、最も元気が少ないポケモンに確か 65% ぐらい当たってて、2番目に元気が少ないポケモンにも全体で見ると当たりやすく、ちょっとね当たりやすくなってるっぽいぞみたいなねデータが出てたかなと思うので、もしかするとこの癒しの波動を最初から視野に入れての調整が行われていたり行われていなかったりするのかもしれないなってちょっとだけ思いましたねねえ、ということでいやーこれどういうスキルになるんでしょうかね。ほんとね現状の元気 LS ってレベル6までしかないスキルになるので、癒しの波動もレベル6までなんじゃないかなとちょっと思ったりはしますが、一応今ねレベル6で44回復することができますが、2体にね同時に回復 しながらお手伝いサポートまでするとなると、やはりほっぺスリスリみたいに若干回復量は落ちるんだろうなと思います。クレセリアの三日月の祈り元気オール S の元気オール部分の回復量がだいたい3分の2ぐらいになっていたので、それぐらいなんじゃないかなという気もしますね。2匹回復させて50ちょっとぐらい、25、25とかそれぐらいなんじゃないかなという気がします。それだとクレセリアの元気オールともだいたい回復量的には同じぐらいだよねみたいな感じで、クレセリアの木の実バースト部分がお手伝いサポートに置き換わっている的な、そういうイメージをするとなんとなくイメージつきやすいのかなと思うので、どれぐらい食材木の実集めてくれるんでしょうかね。今のところねお手伝いサポート S のレベル6は11回お手伝いを完了させてくれるスキルとなっておりまして、レベル7が最大でそれは12なんですけど、11を仮に2体だとするとさすがに強すぎますよね。木の実の数 S を持ってるポケモン2体じゃ木の実のポケモンに当たったとしたらなんか60個近くぐらい、そんなにはいかないんですけど木の実集めてくれちゃいそうなので、木の実バースト食いかねないなと思うので、やっぱりスキルの能力の部分もお手サポの3分の2ぐらいとかになってますか半分ぐらいだったとしてもかなり強そうな気はするんですけれども、お手伝いブーストがねその条件を整えないと1回の発動で 5×525 回分のお手伝いを完了させるスキルなので、ラティオスがいてどれぐらいになるんですかちょっとねパッとは計算できなかったんですが、お手伝いサポート部分も、若干はねやはり弱くなるんじゃないかなという気が
しますね。そんな感じの複合スキルとなりましたので、あとは本当にラティオスがどういうスキルで来るのか今もうちょっと頭が全然働いていないので、ぜひともね皆さんの予想考察お教えいただけますと幸いです。ラティアスがね癒しの波動できたので、波動弾ではないと思うのでね、竜の波動になるのかなと思うと攻撃的なスキルだったりはするんですけれども、元気エールのこのお手伝い2回分なんか2匹を意識してそうなので、このお手伝いを一定回数分完了させるは一緒にありそうですよね。それプラスエナチャーここで突然のエナジーチャージ推しがね来るということにはなっているんですが、最初の方からねお伝えしている通り、ラティアスドラゴンタイプでそもそも木の実の数 S との相性がいいよと。でもともと原作でも素早さが高いポケモンだったので、かなり木の実の数 S でエナジーを稼げる系のポケモンになりそうな気がしますし、木の実の数 S ね、このお手伝いサポートとも相性がいいし、ラティオスももしかしたら木の実 S を狙いたいみたいな風潮になったりならなかったりするかもしれないなと思うので、おそらくねスキルのポケモンになるんじゃないかなとは思うんですけど、今までの伝説のポケモンたちがスキルのポケモンでしたし、癒しの波動元気 LS 明らかに強いので、スキルのポケモンじゃないとちょっと辻褄合わなそうだなとは思うんですよね。みたいなところでスキルのポケモンにはなりそうなんですけど、本来ね木の実の数 S を持っちゃうと寝ている間のスキル発動率、その最大処理数が埋まるまでの時間が短くなってしまうので、あんまり相性良くないところはあるんですけど、この癒しの波動だったり本体のドラゴン、多分高速足の速いドラゴンっていう特性と木の実の数 S は非常に相性がいいので、スキルのポケモンだからといって木の実の数 S が外れかと言われるとかなり疑問がありそうな、相当強そうなポケモンなような気がします。これまでの伝説のポケモンたちも大体全員木の実の数 S は相当相性がいいんですけどね。そんな感じで、ね、ちょっと怒涛の勢いで喋ってきましたけれども、これにてねアンバー渓谷にもある意味伝説のポケモンを中心としたチームが組めるというような感じかなと思います。今ねシアンだったらスイ君、トープだったらエンテ、ウノハナはダークライ、ラピスはクレセリア、ゴールドはライコー、そしてアンバーにラティアス、ラティオスみたいな感じでね、なんかいい感じに伝説を中心とした環境が構築されたりされなかったりしているような気がするので、いや非常に注目ですね。三日月の祈り、クレセリアの三日月の祈りぐらいのなんか回復量の感じなのであれば、お手伝いブーストよりもやっぱねスキルの発動期待値、クレセリアね十分普通のポケモン、元気オールのポケモンと同じぐらいの発動期待値があるので、それぐらいになってくれるとやっぱゲーム体験としても楽しいなと思いますね。いやもう本当に想像、夢、妄想、いろんなものがね膨らみ込んでいくんですけれども、ちょっと全然頭は働いていないので、ラティオスのスキルが何になるか、どんなものが嬉しいかみたいなところはね、ぜひ皆さんの考察をコメントでお聞かせいただけますと幸いです。ということで、なかなかお話ししてきましたラティアスが来週4月6日月曜日の15時から登場してくれます。ぜひねこのステータスを見て育成してみたいよとか、いや厳選やめといてもいいのかなとかね、本当に思うこと何でもコメント頂戴できますと幸いです。そんな新登場ラティアスでした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッと押していただけますと動画制作の励みとなります。来週ねもうラティアス出てきたらなるべくすぐに動画作ってお届けしたいなと思いますので、よろしければチャンネル登録もしてお待ちいただけますと幸いですそんなわけで、まさかのスキルのポケモンとの相性があんまり良くないというねラティアスさんでありましたけれども、今後ねいろんなチーム編成が開拓されることを期待しております。皆さんの考察お待ちしております。それでは今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバイ。明日のお昼ご飯は13時30分までです。バイバイ。